こんにちはこんにちは。いつもです。主婦に教えるマイコンプログラミング5限目。今回は if 文を勉強していきます。で、いざ説明しようとすると、これ論理式がいるじゃん、ということに気がついて、まずはその話からします。普通、プログラム入門的なコンテンツではさらっと流されるところですけど、ちょっと真面目に説明します。はい。ではですね、if 文と論理式について説明していきます。で、if 文っていうのはですね、もしも〇〇だったら A をすると。でそうでなければ B をするっていう、いわゆる条件分岐のコマンドになります。で、論理式はですね、その条件分岐を成立するか成立しないかを、分岐させるために、使います。具体的に見ていきましょう。でですね、ここで、論理式、進化、義化を問うと書いてありますけれども、八百屋さん、果物屋さんでですね、リンゴが100円、柿が120円、梨が100円というお店があったとします。でですね、この等しいっていうまず論理がありまして、で、A イコールイコール B。論理式の場合はですね、イコールが2つ並ぶことに注意してください。これ、A イコール B って書いちゃうと単純に A の中に B の値を代入になります。で、プログラムおかしくなるので、注意です。これね、よく間違うんですよ。はい。でですね、ここで、リンゴイコールイコール梨ですね。で、リンゴと梨は2つとも100円なので、これは真です。成り立ちますね。この式は正しいです。ところが、リンゴイコールイコール柿書いちゃうと、これは、リンゴが100円、柿が120円なのでいいです。これは成り立ちません。こっちは成り立つ、こっちは成り立たない。でですね。あと、逆の A と B が等しくないっていう式があります。A びっくりマークイコール B ですね。こういう書き方をします。で、リンゴびっくりマークイコール梨。リンゴと梨は等しくないですよねっていう問いかけですね。で、それは、2つとも実は100円なので、等しいんですよ。等しくないですよねに対しては義になります。いいえ、違います。等しいです。で、例えばここでリンゴびっくりマークイコール柿。リンゴと柿は等しくないですよね。ってなると、リンゴ100円、柿120円なので、はい、それは等しくないです。ということで真になります。いいですかね。でですね、あとですね、A は B より大きいですよねっていう問いかけですね。A 大なり B っていう風な式があります。でですね、柿大なりリンゴは、柿が120円、リンゴが100円なので、もちろんこれは成り立ちます。これは真です。で、じゃあ、梨は柿よりも大きいですよねって言われると、だって梨100円、柿120円なので、もちろんこれは義です。いいえ、違いますと。成り立ちませんですね。で、じゃあ、リンゴ、何々梨はどうですかで、リンゴも梨も100円なので、これも成り立ちません。これは義です。はい。でですね、それとちょっとよく似た式に、A は B よりも等しいか大きい。要するにですね、A、大なりイコール B っていう書き方があります。式がですね。で、これも、さっきとよく似てるんですけど、最後の一つだけ違いが出ます。柿とリンゴについては、120と、100なので、当然これは真ですね。柿の方が大きいです。で、梨と柿ですね。これは、梨が100円、柿は120円なので、成り立ちません。これはいいえ、違います。これは義です。梨の方が柿よりも大きいですよねは成り立ちません。でですね、最後。リンゴと梨は、リンゴが大きい、あるいは等しいですよね。梨と比べてですね。で、リンゴと梨は100円なので、等しいですね。リンゴが大きいか、あるいは等しいっていう条件なので、これは成り立つんです。なので、これは真になります。はい。ちょっとややこしいですけどね。何々ですよねに対してそれが成り立つかどうか。で、真か偽かが決まる。この式通りに成り立つかどうかを、追ってます。はい。はい。
ではですね、ここでif 文の話をします。で、if 文っていうのはですね、真なら A を実行する。そうでなかったら B を実行する。そうでなかったらっていうのはさっきの義ですね。if、この論理式、さっきのイコールイコールだの大なりなので、そういう式ですね。を入れて、で、もしもそれが合っていたら、こう実行します。で、そうじゃなかったら、こっちを実行します。この中にね、コマンドを書きます。で、例えばですね、どんな風になってるかっていうと、よいしょ。こうですね。で、ここでですね、フラッグっていうイントの変数を宣言して、0を入れときます。で、これ、例えばループの中なんですけど、もしもフラグが、0だったならば、この論理式は、フラグは0ですよねっていう問いかけです。で、今、フラグは確かに初期値0で宣言したので、0です。なので、こう実行することになります。よいしょ。1周目ですね。フラグは確かに0なので、デジタルライトの13番をハイにする。LED をつけるんですね。具体的に言うと。っていう、コマンドを実行します。で、その後、フラグを1にするっていうコマンドも実行します。1周目はフラグが0だったので、この中を実行して、で、実行終わった時になぜかフラグが1になっちゃってるっていう風なプログラムです。ちょっとややこしいので、気をつけてください。で、次。よいしょ。2周目ですね。さっきフラグを1にしちゃいましたので、ぐるっと回って2周目になった時に、フラグは0ですよねって言われると、そうじゃないですと言わざるを得ないですね。違うんです。なので、そうじゃなかったら、イルスですね、ここ。なんですよね。で、イエスだったらこっちをやる。そうじゃなかったらこっちをやる。なので、デジタルライトの13番ローにしますので、LED が消えます。で、その後、今度はですね、フラグを0にします。はい。で、また500ミリセック待ち時間をかけて、ぐるっと戻ってくるんですね。で、そうすると、またフラグ0になってますので、こっちを実行します。で、実行して、フラグを1にして、また、次飛んで、500ミリセック待って、で、ぐるっと回ってきたら、さっき1にしたもんだから、今度はこっちが実行されます。で、また、LED をオフして、500ミリセック待って、で、次こっちで、LED をオンにして、500ミリセック待って、ですね、このコマンドとこのコマンドを交互に繰り返します。繰り返すたびに500ミリセック待つという動作になります。で、これを実際にやってみましょう。LED がチカチカするような気がしますよね。実際どうなんでしょうか。はい。ではですね、実際にプログラムを動かしていきます。でですね、先ほど紹介したように、フラグっていうイントの変数ですね、1個宣言しておいて、初期値は0にしておきます。で、セットアップではですね、いつものようにピンモードで13番ピンをアウトプットに設定しています。で、ループの中でですね、もしもフラグが0だったら、LED をつけると。で、LED をつけた後、フラグを1にしちゃうという風なコマンドになっています。で、1周目はですね、フラグが0なんで、こう通って、で、もう一周ぐるっと回ってくると、今度はフラグが1になってますから、後半ですね。イルスの後ろを実行します。で、LED は、消灯して、で、その後ですね、すぐにフラグを今度は0にします。また500ミリセック待って、で、ぐるっと戻ってきて、今度はフラグ0になってますので、こっちが実行されると。で、実行された後また1になってますので、次の週では今度はこっちが実行されると。ですね。で、ぐるぐる回るたんびに、こっちに行ったり、こっちに行ったりを繰り返して、LED が500ミリセックおきについたり消えたりするはずです。ではですね、実際にやってみましょう。カメラつけます。よいしょ。はい、いいですかね。じゃあ、
実行してみます。ファイルしていきました。ですね。今 0.5 秒おきについたり消えたりしてます。ちゃんと一応プログラム通り実行できてるみたいですね。はい。ここはこんな感じです。はい、どうでしょう。実際に動いたでしょうか。結果としてはですね、ただの L 近 L プログラムになってるんですけど、今までとはですね、ちょっとやってることが違うということです。よいしょ、次ですね。で、デューティーを増減するプログラムっていうのを書いてみましょうっていうお題です。で、ですね、デューティーとは何ぞやっていう話なんですけど、配区間のデューティーって言ったときに、このあるチカチカする事象があったときにですね、で、この周期は決まってます。例えば1秒1000ミリセクとするじゃないですか。1秒の中で、LED がどんだけ光ってるか。100ミリセック光ってるんだったら、1秒の中の100ミリセックだから 10% 光ってますよと。この光ってる区間を周期で割るんですね。で、そうすると、例えばこの上だったら4分の1ぐらいですか。全体の4分の1ぐらいの区間 LED が光ってます。とすると、デューティーは、4分の1ですから 25% ですね。配区間のデューティーは 25% ってことになります。で、デューティーとはこういう用語だとしたときに、で、周期を、1000ミリセックですね。さっき言ったみたいに1秒にします。で、この配区間を最初100ミリセックで、そこからですね、100ミリセックずつ増やしてですね、100、200、300、400って増やしていって、900ミリセックまで増やします。で、900ミリセックまでいったら、今度は100ミリずつ、減らしていくんですね。900、800、700、600つって減らしていくって。で、要するにこのデューティーが 10% から 90% まで徐々に増えていき、で、今度は 90% から 10% まで減っていくというのを繰り返すプログラムを作りたいですということです。じゃあ、どうしようかっていう話なんですけど、まずはですね、プログラムにするために変数宣言をしましょう。でですね、さっきの周期をピリオドっていう名前で、イントで宣言します。で、初期値は1000です。1000ミリセックなので、1秒ですね。で、あとですね、配区間。これをハイタイムっていう名前で宣言します。で、これもイントのハイタイムで初期値を100とします。で、LED が降ってる区間ですね。これをロータイムとします。で、このイントのロータイムは、全体の周期からハイタイムを引いた区間がロータイムなので、ピリオド引くハイタイムでロー区間が出来上がります。例えば、ピリオドが1000ミリセックで、ハイタイムが100ミリセックなので、1000-100でロータイムは900になります。で、もう一個ですね、フラグを、用意します。で、このフラグはですね、このハイタイムが今増えていっているところなのか、減っていっているところなのかを覚えておくためのフラグになります。で、0だったら増えていく、1だったら減っていくというふうにしましょう。で、次ですね。よいしょ。で、デューティーを 10%、要するに100ミリセックから900ミリセックまで、増減させると。900までいったらまた減らしていって、100まで減ったら増やしていくっていう風にしたいので、900に行ったらフラグを反転、100に行ったらフラグを反転させなきゃいけません。なので、ハイタイムが900になったら、フラグをもともと0だったやつを1にします。で、そうすると、それで、デューティーがどんどん減っていくっていう操作をします。どうやってやるかは後でプログラムお見せするんですけど、で、100まで減ったら、今度はもう一遍フラグを0に戻して、今度は増える方向に持っていくという風な
プログラムにします。で、じゃあ、その増減でどうするのって話で、今までやってきたので、ちょっと想像はつくかもしれないんですけど、フラグが0の間は、if フラグがイコール0であったならば、ハイタイムはハイタイムプラス100と。要するに、これをやるたんびにハイタイムが100ずつ増えていきます。で、もしもフラグが0じゃなかったら、ハイタイムはハイタイム引く100。で、100ずつ減っていきます。要するに、フラグが0だったら、ハイタイムは100ミリセックずつ増えていく。で、そうではなかったら、ハイタイムは100ミリセックずつ減っていくと。で、ハイタイムがここで決まりますので、ロータイムは、ピリオドからハイタイムを引けば計算で出ますと。これがですね、今回のプログラムの中核になります。で、LED をですね、いつものように明滅させる部分ですね、チカチカさせる部分は、いつものように LED ブリンクっていう関数を作ります。で、オン時間とオフ時間をイントで定義して、これ引数ですね。先週やりました。覚えてますかね。この引数を使って、チカチカする区間ですね。を決めます。で、デジタルライトのハイ、LED をハイにして光らせて、このオンの時間分待つと。で、デジタルライトのローにして、今度は、オフ時間分待つと。例えばここに100と、オンで100、オフで900って入ってきたら、LED が光って100ミリセック待って、で、LED が消えて900ミリセック待つと。トータルここからここまでは1000ミリセック。1秒ですね。待つというふうな動きをします。でですね、これちょっと細かくて見えないかもしれないので、プログラムはですね、例によってブログに上げてありますので、それを使っていただけるといいかなと思うんですけど、プログラム的にはですね、まず変数宣言をやって、さっきの LED ブリンクを定義して、で、あとセットアップですね。セットアップで、ピンモードの13、いつものように13番ピンをアウトプットに設定した後、この初期値の状態で一遍、LED ブリンクを試しにですね、動かしてみてます。で、今度はループに入って、先ほど説明したようにですね、もしもフラグが0だったら、ハイタイムを100ミリセックずつ増やしていく。で、フラグがもしも1だったら、ハイタイムは100ミリセックずつ減らしていくと。で、ここでハイタイムの長さを決めて、で、ロータイムは計算で出すと。1000ミリセックからハイタイムを引いて、ロータイムを決めると。で、先ほど定義した LED ブリンクの中に、そのハイタイムとロータイムを加わせてやります。引数に入れてやるんですね。例えば最初の状態だと LED ブリンクの100の900になりますから、LED は100ミリセック光って、で、900ミリセック消えているという状態です。で、これぐるぐる回ってですね、最初は、ハイタイムが100です。で、次はですね、200。次は300ですね。ハイタイムが300の時は、ロータイムは700。ハイタイムが400だったら、ロータイムは600というふうにですね、デューティーがどんどん変化していきます。で、ここで毎回チェックしてて、もしもハイタイムが900までいったら、フラグを上げに行きます。フラグ1にします。で、フラグが1になるので、今度はですね、この、ハイタイムが今まで増えてたやつが、今度は100ミリセックずつ減っていくと。で、LED が光ってる区間も減っていくと。900ミリセックから、で、100ミリセックまで減っていったら、またここでフラグが反転しますので、今度は、デューティーが増える方向に転ぶという感じですね。100ミリセックから900ミリセックまでデューティーが増えて、で、今度は900から100まで減って、また増えて、また減ってっていうのを繰り返す動きになります。
はい。これもですね、実際にやってみましょう。はい。それではですね、後半のプログラム、動かしていきます。で、一応解説できたと思うんですけれども、ピリオドっていう変数ですね。で、これが1000ミリセック、1秒で周期を表しています。で、ハイタイムがですね、LED がついてる時間。で、初期値は100ミリセックになっています。で、ロータイムがですね、LED が消えてる時間ですね。で、これは、全体の周期から、LED がついてる時間を引いたものになります。ので、この式です。で、今ですね、LED のデューティーが増えてる時間帯なのか、減ってる時間帯なのかを表すフラグっていう変数が1個ここにあります。で、初期値は0ですと。で、先々週、作ったですね、LED ブリンクっていう関数をここでも使います。でですね、オンしてる時間とオフしてる時間をここで指示することができます。なのでですね、ここにさっきのハイタイムとロータイムを入れてやれば、ハイタイムの区間だけ LED が光ってて、ロータイムの区間、LED が、光ってない、消灯しているっていう、状態を作ることができます。でセットアップはですね、いつものように、ピンモードを設定して13番ピンを LED の出力にしています。でですね、一応ここで1回だけですね、LED ブリンクっていうのを実行してみます。で、初期値がですね、ハイタイムは100。で、ロータイムは、1000から100引いて900になっています。なので、100ミリセック LED が光って、失礼しました。900ミリセック、LED がオフしているというふうな流れになります。で、ループの中身なんですけど、これで全部かな。はい。で、ですね、フラグが0の間は、ハイタイムを100ミリセックずつ増やしていきます。で、さっきの LED ブリンクを、ハイタイムとロータイム。で、ロータイムの時間はですね、ここで計算しています。ピリオドからハイタイムを毎回引いています。なので、ハイタイムが100ミリセックだったら、1000ミリセックから100ミリセック引いて、ロータイムは900ミリセック。で、ハイタイムがもしも200ミリセックだったら、やっぱり1000ミリセックから200ミリセック引いて、ロータイムは800ミリセックです。という感じですね。全体の周期を、1000ミリセック、1秒にしながら、その中で光ってる時間と、消えてる時間を、交互に再現しています。でですね、ハイタイムがどんどん増えていって、で、900ミリセックまでいったら、フラグを1に反転させます。でですね、そうすると、次の週からは、あれですね、フラグが1なので、今度こっち側ですね。で、ハイタイムは100ミリセックずつ、減っていくという時間帯になります。で、なので、ハイタイムは最大900ミリセックから900、800、700ってだんだん減ってきます。で、ハイタイムが100ミリセックまで行くと、今度はフラグを0に戻して、で、今度はまた、ハイタイムが増えていくという風な時間帯に戻ります。なので、LED の動きを見てると、1秒間っていう周期の中で、デューティーがだんだん100ミリセックから900ミリセックまでデューティーが広がって、で、900までいったら今度はあと900から100まで減っていくという風な動きになるはずです。で、ちょっとやってみますかね。カメラつけます。よいしょ。はい、じゃあやってみますよ。この LED すいません。LED はですね、さっきの状態で 0.5 秒ずつ今は光ってます。これが動きがどうなるでしょうか。よいしょ。
はい。だんだんですね、光ってる時間が長くなっていきます。で、0.9 までいくと、今度は光ってる時間が短くなっていきます。わかりますかね？まただんだん長く光ってる時間が長くなっていきます。はい、こんな感じでですね、デューティーが広がったり狭まったりっていうのが繰り返されると。if も導入したのでね、やっとこういう動きをさせることができました。で、これですね、ちょっと試しにもっと短い周期にしてみましょうか。ピリオドを100ミリセックにします。で、10ミリセックにして、反転する、あれもですね、90ミリセックと10ミリセックにします。で、増えるやつも、上限も10ミリセックずつにします。この辺はですね、ちゃんと本当は変数にしておくとよかったですね。はい。で、今度はですね、100ミリセックが周期で、その間で、デューティーが増えたり減ったりしていくはずです。なるかな。じゃあちょっとやってみましょう。よいしょ。ちょっと思ったほどの効果は出てないかな。もう少しですね、LED が明るくなったり暗くなったりして見えるかなと思ったんですけど、ちょっと難しかったですね。はい。こうカットしようかどうか悩みどころですね。はい。ですね、前にどっかの動画でやったんですけど、カメラの、サンプリングレートの関係で、LED の明るさを変えるっていうプログラムの撮影がちょっと難しいんですね。マイクロセック単位でデューティ変えればいいんですけど、ちょっと今のプログラム環境だと難しいので、まあそこはですね、いずれタイマーっていう、機能を使う段階まで来たら、見せられるかと思います。あ、ちょうどカメラも消えましたね。はい。では、この実習はこの辺にします。さて、今回は if 文とそれに使う論理式についてお勉強してみました。どうでしょう？理解できたでしょうか？この if 文と次回やる for ループがマスターできたら、初級編でやるようなプログラムは大体書けてしまいます。あとはマイコン内のブロックとか外の部品をどう使うとかの問題になりますからね。というわけで次回は for ループをやります。ではここまでご視聴ありがとうございました。多分この動画がアップされるのは大晦日になります。で、皆様良いお年を。そんで、新年に見ている方は今年もよろしくお願いします。あ、高評価ボタンとかチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。ではでは。